その自由主義っていうのを英語に直すとなんていうかってリベラリズムっていうんですよ。田舎の人がリベラル嫌いなの分かってきたでしょ。僕がずーっと総裁選挙の時から高市早苗が内閣総理大臣になった方がええ、高市早苗が内閣総理大臣になった方がええというのはなぜかというと、この格言が効いてきます。今回も考えられる。こんなに国会終盤で切羽詰まってんのに、参議院の自民党の国対委員長が野党筆頭の立憲民主党の国対委員長に、すいません総理の答弁抹消させてくださいって頼みに行ってんねんで。でそれとね、歴史の鉄則を分かってる人がいると思いますけども、第二次世界大戦がまさにそうやったんですけども、民主主義と自由主義が激突するときに戦争に勝つのは常に自由主義です。ちょっと待って、ツイキャス今何も書くな。これ眼界を得た孔子の気持ちです。ツイキャスのコメントなんですが、田舎者と民主主義、都会の人と自由主義が対応しそう。その通りです。まさにこれがテーマなんです。まさにそう。田舎者と民主主義、都会の人と自由主義。その通りなんですよ。民主主義というのは田舎者のおもちゃなんです。で、それ、ちゃんと、マルクスがそう書いてるんですよ。マルクスがそう書いてんの。この本の中で。マルクスすごいのよ。マルクスは民主主義怖い言うてんね。で、その民主主義、ルイ・ボナパルトみたいな小さな人物に絶大な権力を与えたね、人々は都会の人ではなくて、地方にたくさんいる小作農や言うね。で、パリの人々ではなくて、パリにいるのはね、まあその、チンピラとかがルイ・ボナパルトを支持するんですけども、でも人口でそのルイ・ボナパルトが独裁者になるということを認めた数の多さで言えば圧倒的に多いのは地方の小作農や言うんですよ。俺の引用の部分なんだけど、マルクスはルイ・ボナパルトのことをナポレオンのデスクマスクの下にそのヘドの出るほど凡庸な顔を隠したあの山師と徹底的にこき下ろしている。叔父ナポレオンとは違い、ルイは単なる凡庸でグロテスクな小人物だというのだ。そしてその本質は、あらゆる階級のクズ、汚物、残骸の中にこそ、自分が無条件に頼れる唯一の階級を見出す。これこそが本物のボナパルト、何の留保もつかないボナパルトであると喝破する。しかし、だからこそそれが独裁権力の奪取に寄与したのだとマルクスは分析する。つまり、単なる放浪者としてフランスに流れ着いたルイ・ボナパルトは、そもそもフランス社会の中に帰属する階級を持たない。したがって全ての階級の代表者かのようにして振る舞える。一方、フランスの土着社会に目を転じれば、その人口構成で最大のものは小作農層だ。その層に対するマルクスの分析。しかし、これらの小作農の間に、単なる地域的な相互関係しか存在せず、彼らの利益の同一性が共同体も国民的結束も政治的組織も形成しない限り、彼らは階級を構成しない。したがって彼らは議会や大会を通じてであれ、自らの名において階級的な利益を主張することができない。したがって彼らは自らを代表することはできず、代表される必要がある。そしてその代表者は同時に彼らの主人として、彼らの上に立つ権威として、上から彼らを守り、雨と日光を恵む無制限の統治権力として現れなければならない。したがって小作農の政治的影響力は、社会全体を自らの隷属下に置く行政権力という表現を最終的には取るようになる。というのがマルクスのフランス小作農の田舎者たちが独裁者を求める心情の分析です。これ、130年、140年前のフランス・パリにいながら、マルクスがリアルタイムでブリュメールの革命というかブリュメールのクーデターをジャーナリストとして書いてる時の分析。しかしこれらの小作農の間に単なる地域的な相互関係しか存在せず、彼らの利益の同一性が共同体も国民的結束も政治的組織も形成しない限り、彼らは階級を構成しない。したがって彼らは議会を通じてであれ、自らの名において階級的利益を主張することができない。これいわゆる今の日本の、令和の日本の政治の世界に持ってくると、これを無党派って呼ぶんです。そこをね、マルクスはね、すっごい素敵な表現で言うんですよ。こいつら数が多いし、選挙になったら、ごそっと同じとこに入れるよ。マルクスは。マルクスの言葉を借りると、じゃがいも一袋分のじゃがいもが自然と一袋のじゃがいもを作るように、同じとこに投票するよ。すごい素敵な表現でしょ。
じゃがいも一袋分のじゃがいもが自然とじゃがいも一袋を形成するように。で、それがどんどん増えていくっていうんですよ。で、これ、マルクスの分析通りなんです。マルクスがここでルイ・ボナパルトという極めてくだらない人物が、この表紙の絵いいよね。服はルイ・ボナパルトで顔がマルクスなんですよ。ルイ・ボナパルトはこんな顔してるんですけどね。こっちの顔なんですけど。で、まさにね、これは軽眼です。田舎者と民主主義、都会の人と自由主義が対応する。その通りです。いや、もうほんまにこの通りです。で、民主主義が怖いのはね、多数をたしなめる多数が外部に存在しないってことです。あの人もそうしてあるから、この人もそうしてあるから、こうしようか、言ったときに、正誤の判断というのが劣後するわけです。で、まあ、それはね、別にね、富山光一とかね、持田さんでもね、そういうこと。富山光一は言ってたでしょ。選挙なんて無駄だ、多数派が勝つに決まってるじゃないかって。その通りなんですけどね。で、これをずっと言うてるように、この、イグツツさんなんて読むか、イグツツツさんのこのコメントを見ながら、聞いてるとよくわかると思うんですが、まだベルリンの壁があった頃、ソビエト連邦が元気だったことを西側東側と言ってたわけですが、西側東側のことを言うて、西側ね、すなわちアメリカ、日本、フランス、ドイツ、イギリス、イタリアの、カナダ等々の西側の諸国のことをね、民主主義陣営とは決して言わなかったんです。決してアメリカ、日本、ドイツ、イタリア、カナダ、イギリス、フランスがいる陣営のことを民主主義陣営とは言わなかった。自由主義陣営って言ってたんです。これ、ものすごく当時知的なラベリングをしたなと思うのはね、資本主義陣営 vs 共産主義陣営っても言わなかったんですよ。なんでか言うたら、純粋な資本主義が残ってる国家がなかったから。みんな修正資本主義になってるから。ケインズ的な修正資本主義がマルクス的な修正資本主義になってたから、資本主義じゃないという社会があった。例えば、フランスなんか社会党が与党の時ありますからね。で、イギリスが労働党の時に、じゃあそれ、資本主義って言えるのっていう話になるから、資本主義陣営とも言い難いわけですよ。となってくると、自分たちのことを資本主義とも名乗れないから自由主義陣営って名乗ったんですよ。その自由主義っていうのを、英語に直すと何て言うかってリベラリズムって言うんですよ。田舎の人がリベラル嫌いなの分かってきたでしょ。田舎の人がリベラル嫌いなの分かったでしょ。で、田舎の人に残念なお知らせがあるんですが、自由民主党って英語で言うとリベラルデモクラティックパーティーって言うんです。自由民主党がニューヨークタイムズとかワシントンポストに自民党のって書かれるときは LDP って書かれる。その L ってリベラルの L です。で、これ自由主義と民主主義っていうのは対立する概念なんです、実を言うと。民主主義と自由主義っていうのはもうこんな話もずっとしてんねんけど、自由主義と民主主義は実を言うと敵対する概念なんですよ。だから自由民主党っていうのは透明だけは素晴らしいです。透明だけは素晴らしい。いわゆる世界を二つに分けた時のアメリカ産チームは何をやってるか言うたら、民主主義やけど、民主主義だけやと危ないから自由主義という敵対する概念で蓋をつけてんのがアメリカとかフランスとかイギリスとか日本の政治運営のやり方なんです。最後はデモクラシーで決めるんだぞと。でもデモクラシーで決めると、個人の尊厳とか、法治主義とか、法の下の平等とかっていう大事な概念が潰されかねないからね。何でも多数決で決めてたらさ、菅野保だけ死刑みたいな法律できるやん。それは古代ギリシャでそんなことやってたわけですよ。ダメでしょそれ。まあ別に菅野保だけ死刑って法律できてもええかもわからんけど。でもソクラテスに毒杯を持っていったのはあれまさに民主主義ですよ。だから、その民主主義だけやったら、剥き出しの民主主義だけやったら怖いから、自由主義っていうキャップをつけましょうというのは近代的民主主義と言われる統治体系のことをそう言うんです。多数決でさ、斉藤元彦さんだけ高速道路200キロ出してても切符切りませんとか、そのおかしいでしょ？やりかねんけども、それはおかしいでしょ？それはそんなことあっちゃいけないわけですよ。あっちゃいけないわけ。だから多数決だけで決めてはいけないことって世の中にたくさんあるよねということがあるわけ。民主主義っていうのは実際本当に多数決なのかもわからんけれども、多数決で決めていいことと悪いことがあるでしょって言うと。です。となるとですよ、自由民主党という党名はね、1955年に自由党と民主党が合併してできたから自由民主党って名乗ってるだけなんだけど、
想的に考えると、自由主義と民主主義の両軸で、車の両輪ですと。自由主義と民主主義は車の両輪ですというのが、アメリカ産チームの社会の作り方だとすると、あんなに素晴らしい透明はないんですよ。で、これはもう余談の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 余談ですが、僕がずーっと総裁選挙の時から高市早苗が内閣総理大臣になった方がええ、高市早苗が内閣総理大臣になった方がええというのは、なぜかというと、この格言が効いてきます、今回も。なぜかというと、高市早苗は民主主義でしか選ばれない人だからです。そうすると、自由民主党が民主党になるんです。自由民主党が民主党になったらどうなります？次自民党と選挙するとき楽やん。で、現に今自民党は、自由がなくて民主主義だけある政党になりつつあります。これも余談の余談の余談。考えられる？こんなに国会終盤で切羽詰まってんのに、参議院の自民党の国対委員長が野党筆頭の立憲民主党の国対委員長に、すいません、総理の答弁抹消させてくださいって頼みに行ってんねんで。もうかわいそうで、国対委員長が。いや、だから、国会答弁したことが、次の週に週刊文春に嘘やって暴かれたから、嘘ついたっていうのは議事録に残したくないから、答弁抹消させてくれ、言うてん。代書やか。一行抹消、言うて。答弁抹消するって言ったらどうなるか言うたら、質問だけが議事録に残るってことですよ。いや、OK するわけない。いや、OK するわけないですよ、そんな。昨日蹴ってましたけど。当たり前やけどね。しかもですよ、野党は応じるんやったら、もっぺんその質問と答弁やり直したらええだけの話やん。もっぺん時間作って。で、そのためには、無駄な時間使わせてんねんから、高市早苗さんからごめんなさいって言ってもらわなあかんやんか。ごめんなさいもないねんて。再質疑もないねんて。ただ求めてるのは、答弁抹消だけ。しかもですよ、国会って議事録って、どう作るか言うたら、もうおらへんだったけど、昔国会審議言うたら目の前に速記取ってる人いたでしょ？今はもう速記取ってる人いないですけど、機械化されてるんで、速記取るんですよ。で、速記取ったら、速記録っていうのはすぐ出るんです。その日のうちに。とか、次の日の午前中とかに。速記録っていうのはすぐ配られるんです。で、速記録見て、喋った人も答弁した人も、これで OK って、まあ言うたらハンコつくわけですよ。で、ハンコついて、それが議事録になるんだよ。で、それで議事録で締めるわけですよ。でもそれはもうフィックス。そこでフィックス。そのフィックスになって、閉じて本になったもんの一行消してくれ言うたから、期限超えてんねん。我がハンコついてんねん。とある国会議員の嫌味を紹介しましょう。昨日その話をとある国会議員と話してて、その話はむちゃくちゃやなって俺が言うたら、あれなんじゃないかな。高市さんは、今年初当選だったんだよ。いや、もうそんなことを言われるぐらいの、そんなことを言われるぐらいのアホみたいなことしてるわけ。で、そう思うとこの格言がでかいね。田舎者と民主主義、都市の人と自由主義が対応しそうって。高市早苗を生んだのは民主主義的な熱狂です。でしょ？だから俺は民主主義の熱狂で選ばれた人間が自民党の党首をやり続けるべきやと思う。そうすると自由民主党が民主党になって民主党と同じ末路をたどるであろうから。で、まあそれを俺は商業雑誌とかの原稿に書くときは自民党の社民党かと書いてるんですけどね。福島みずほしかいない社民党と高市早苗しかいない自民党、そっくりやん。そっくりやん。で、だからあれするだろうと。高市自民党になればいいんですよ。もう、そうなってくれたらね、で、それとね、歴史の鉄則を分かってる人がいると思いますけども、第二次世界大戦がまさにそうやったんですけども、民主主義と自由主義が激突するときに、戦争に勝つのは常に自由主義です。でね、今世界で一番民主的な国家ってのはイスラエルです。イスラエルはね、これ週刊金曜日とか東京新聞とか読んでるアホのリベラルなおっさんたちが理想とする国はイスラエルです。あれよ、高市さんを応援してしまうような人ではなくて、福島みずほがすごいとかね、なんか週刊金曜日読んでてね、喜んでるようなアホなリベラルなおっさんとかおばはんおるでしょとか、朝日新聞読んだり東京新聞読んで喜んでる人ら、食べるご飯の量よりも尿漏れの方が多いみたいな年寄りね。ああいう年寄りが喜ぶ国家はイスラエルです。なんでか言うたら、
国会の選挙完全比例代表なんです。指標なしってやつです。完全比例代表なんです。イスラエルって。小選挙区も中選挙区も大選挙区もないの。完全比例代表なんです。死に票がなしなんです。超民主的でしょ。ほんでね、国会議員に払う給料がもったいない言うてね、二院制を一院制にしてるんですよ。でどうなった？多分アホのリベラル、週刊金曜日とか望月磯子を喜ぶようなアホなリベラルなおっちゃんとおばちゃんの理想の国はイスラエルです。それはどうなったか言うたら、国会が山本太郎と青山茂春しかおらへん国会になってるんですよ。女性で言うたら、大石晃子と杉田水脈しかいない国会になってるんです。いや、もうほんまそうですよ。杉田水脈と大石晃子しかいないんですよ。この間ごそっといない。この間ごそっとおらへん。ほんまに。ほんで話し合いなんか成立せえへんね。で、ネタニヤフはどうやって組閣してるか言うたら、ネタニヤフ本人はまあ、あいつはもう狂ってますけど、ネタニヤフがなんであんなになるか言うたら、極端な右のを入れないと、単純比例代表やからちっちゃい政党がいっぱい議席持ってんのよ。イスラエルの国会って。で、それを何党か結んで連立政権作らなあかんから、数合わせのために必ず超極右が入るんですよ。で、こいつらの人気取らへんかったらあかんからずっとあんなことしてんねん。みんなね、だからイスラエルの国会ね、列号3匹みたいになってるんですよ。わー、出てきるんです。調作です。南春夫でございます。パーン叩かれて、いや、ほんまにね、って言うて、リーダーが喋り出した隣で調作が、白樺青空南風って歌ってるかなと思ったら隣で、純ちゃんが、ルーキーに貸した金返せっていうネタをずっとやってるって、3人めちゃめちゃなことをやって、2分間ぐらいそれやって、やかましなってやる。あれ、列号3匹のネタがイスラエルの国会です。令和8年に一人で、列号3匹をやり分けられるのは俺しか残ってへんと思う。それそう、だから今で言うたら、オードリーのネタを3人でやってたのよ。列号3匹は。オードリーやってるやん。トゥースって春日が言うてる隣で若林がね、本当にね、とかって言って普通の話してて、こんなことやってるのを、やってて、ちゃんと漫才しましょうよってなる、あのパターンを3人でやってた。ほんでね、この話をするとね、一院制で比例代表は北欧でも何個かある言うんですよ。おっしゃる通りです。そのイスラエルで見ている剥き出しの民主主義の暴力を、なんで同じ制度を使ってる北欧で見られへんか言うとまさにこの通りですよ。確かに北欧の諸国も一院制かつ完全比例代表っていう国会を持っている国は何個かあります。スウェーデンがそうやったかな、ノルウェーもそうやったかな。で、まさにこの議論ですよ。北欧の人たちは、市民社会、その政治が踏み込む前の市民社会の中に自由主義的価値観というのが行き渡っているから、自由主義の概念を理解した人が、剥き出しの民主主義の完全比例代表一院制の国会を運営してるわけ。ですごく言葉を正規化して言うと、北欧の比例代表一院制の国会のある国の人たちは、運営している人たちが自由主義者なんですよ。でもイスラエルは民主主義しか知らん人が民主主義やってんねん。あと我が国はあと600年ぐらい無理なんちゃうかな。自由主義はどうやったら根付くの？いい質問です。みんなが都会の人になったらいいんですよ。リベラリズムっていうとは何のことか言うたら、他人のことをほっとくっていう考え方です。他人のことをほっとくっていうことができるようになったらいいです。一番のはね、LGBTQ の人権ですよ。これ土曜日で子供も見てるから、あえて言うけどね。そないさ、前の穴に入れるか後ろの穴に入れるか気になるけ他人が。ほっといたらええがな。そない竿入れるか指入れるか気になるか？その竿が前に入るか後ろに入るか気になるか？気にならんでしょ。ほらもう今日は土曜日だから子供さんがたくさん見てはると思って、えげつない言葉を使わずにオブラードにかけて前の穴後ろの穴言うてますよ。気になるそんなん。そこのお兄ちゃんが猫ひろしなのか舘ひろしなのか気になるか？気にならんでしょ。
いや、だから結局そういう、リベラリズムってそういうことなの。ほっといたらええやん。はめないで、はめないで。何を言うてんねん。黙って聞いてたら、調子に乗って。ほんまやん。舘ひろしが布団に入ったら猫ひろしになったところで誰にもなんか影響あんねん。知らんがな。猫ひろしが布団に入ったら舘ひろしになったところでどうでもええやん、そんなこと。今日はうちの中学校3年生女子が楽しみに聞いておりますよ。日本歌謡史のお勉強をしたいと。石原プロという集団、レコード会社を持たない。今日ええ天気やね。タモ中面白いから好きって中3女子は言うてます。残念だな。もう中学校3年生女子には聞かせたくない話ですが、おっちゃんね、55歳未満の女性にピクッともしなくなったんですよ。なので、普通中学校3年生の女子からこう褒められるというのは、こう50超えた死にかけのクソじじいにすると、もう、あれかもか、もうちょっともうその子供やからね、嘘偽れないところを言うとかなあかんなと思うので、申し訳ない。おばあちゃん紹介してくれへんか。お母さんでも無理やと思う、中学校3年生やったら。申し訳ないけど。無理ってなんやねん、お前が言うな。お前が無理じゃ。自分で言うてびっくりしたわ。お母さんでも無理って。無理ってお前が無理じゃ。どの顔して無理言うとんねん。いや、これでも、これもほんまの話やね。もう正直は、55歳未満の女性にはピクッともしないんです、僕はほんまに。上限なしです。青天井です。自力歩行ができる限り大丈夫。自力歩行できへんやったら、恋愛じゃなくて、介護になるから、あれやけど、ね。違う関係になってしまうからね。これは介護やんけって話になるから、それは、いいんですけどね。別に無理してこの話広げんでもええわな、別にな。確かにね。この話別に無理して。ということでございまして、もうなんか答えをね、お客さんに出して、お客さん言うたらあかんな、見てる人に。いや、ほんまそういうことなんですよ。兵庫の結果というのはそういうことです。だから、東京では誰も相手にせえへん立花隆をヒーローのように扱ってしまうわけでしょ。東京でなんか立花隆完全にオワコンになってたのに。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。